皆さんこんにちは。今日は昨年4月にできた、日本初の都市型ロープウェイ横浜エアキャビンに乗ってみましょう。こちらが、地図です。最寄り駅は、JR、京浜東北線桜木町駅のすぐ前、と、それからこちらの、港側の運河パークという、駅を結んでいます。この距離は、630メートルと、そんなに長くないですね。乗車時間は5分程度です。で、私は、この日、横浜グランドインターコンチネンタルホテルに泊まっていたので、そこを出て、この埋め立て地の方に、橋で渡って、で、この、イオンのお店、横浜ワールドポーターズという店名なんですけども、こちらのすぐ前にある運河パークの駅から、桜木町までの、ルートで乗ってみました。で、先日ご紹介した、観覧車、コスモクロック21とのセット券というのもあって、これですと、両方で1500円。で、観覧車が900円で、この、ロープウェイ横浜エアキャビンは、1000円なので、バラバラに買うと、1900円ということになります。で、こちらが運河パーク駅の、駅舎です。すごくまだ1年ちょっとしか経ってないので、真新しくってピッカピカですね。はい、では、乗ってみましょう。ちなみにこちらは8人乗りですが、平日の昼間は本当に何て言うんですか、すごく空いているので、他の人たちと相席になるということはありませんね。で、エアコンは、効いています。で、ちなみに観覧車も同じですね。観覧車もエアコンは効いているので、特に暑いということはありませんでした。で、この日本初の都市型ロープウェイということなんですが、売りの一つは石井素子さん、木の幹とかの幹に書いて、素子さんというするんですが、世界的な照明デザイナーということで、彼女の監修、らしいです。なので、夜に来てもいいのかなと思いますね。こういったこの観覧車とかみなとみらい地区の夜景も綺麗なんじゃないでしょうか。ちなみに石井さんの照明監修の作品の他に歌舞伎座とか、あと六本木ヒルズ、東京タワーとか、あとエッフェル塔とかもされてるそうで、ちょっとね、夜に来てもよかったので、営業時間は、ロープウェイなので、その日の天候などにも、影響されるようですが、朝10時から夜、10時まで、22時までやって、います。で、横浜に来るといつも思うんですが、海の近くって結構照り返しの日差しがきつくって、しかも結構風が、海風って潮風が吹いているので、夏場はかなり暑く感じますね。で、風が強いので、日傘を差しても折れる可能性も、あります。乗車時間は5分とかなり短いので、もう乗ったらすぐ駅が見えてくるみたいな感じです。なので紫外線を気にされる方はちょっと厳しいかもしれないですね。というのは帽子をかぶってもいいんですけども、帽子をかぶると、頭がちょっと蒸れちゃって髪の毛がぺたんこになっちゃうとか。で、先ほどちらっと申し上げましたが、運河パーク駅の前にイオンがあって、で、ちょっとおまけ情報です。で、1階に
フードコートがあるんですけども、この中に、チョンジュ食堂という、韓国料理のお店があります。で、冷麺が770円と。で、そんな量は多くない、まあ、普通よりちょっと少ないぐらい。でも770円で結構お得で美味しかったですね、すごく。私、冷麺がすごく好きで、かなりいろんなお店で冷麺を食べたことがあるんですけれども、例えば、赤坂の、コリアン料理の店がたくさんあるエリアがあって、で、そこもかなりいろいろ試したりもしましたが、あの、今まで行った中で、2番目ぐらいに良かったですね。で、ちなみに1番目は、残念ながらもうなくなってしまったんですが、お台場にあった大江戸温泉物語という、温泉施設の中にあった、韓国料理のお店の冷麺が一番美味しかったなと今になって思い出します。それでは。